これまでの、東方防月賞、色々あって好奇心のままにロケットで月に乗り込むレミリアとその従者のイザヨイ作や、そして月まで行くための推進力をサポートする白霊レイム、そしてついでに霧雨マリサがロケットで月に向かい静かな海へと不時着した。そこへ矢心エイリンの助言から神下ろしの力を持つ、長い剣を携えた渡月頼姫が出迎えた。そして祇園様の力を使いレイム一行を閉じ込めたのですが、力の差を感じたマリサは降参制限からのルール上絶対に殺されることはないスペルカードに話を持ち込む。また道具屋の娘でもあることからか取引もうまく、頼姫をスペルカード戦での決闘を了承に成功。初手は高魔館の主人であるレミリアの指名でイザヨイ作也が特攻隊長に抜擢。頼姫の呼び出した愛宕様の日の夕の大技を時を止めてかわしつつも追い込んだ作也だが、頼姫の八百万の神の力には一歩及ばなかった。次は知力で活躍を見せた霧雨マリサとの弾幕ごっこが始まるようだ。次は言い出しっぺのあなたね。さあ、待つのは苦手だから早速始めましょう。ああ、スペルカード戦なら負ける気がしないぜ。とはいえ少し心配ねえ。あんた的にマリサがあの人に勝つ勝算はあると思う？さあ、あの魔法使いは私の踏み台として働けば十分よ。まあ、勝てるとしたらうちの家に上がってきた時に撃ってきたレーザーの威力を上げて、完全に当てさえすればワンチャンあるんじゃない？先手必勝、スターダスト、レバリエ。出ましたマリサを象徴する星を使用するスペルカード。初出は東方高魔教の時期のボムとして登場していて、それ以降も多くの作品で登場しているスペカです。スターダストは小さな星々という意味もありますが、ロマンティックでうっとりするような意味合いも持ちます。コイフマスタースパークはどちらかというとまっすぐな意味合いなので、対となっている感じがしますね。レバリエは幻想、空想、無双という意味があるのです。この程度の弾幕は通用しないわ。月の都で見える星は瞬いていないらしいな。星が瞬いて見えるのは、大気の揺らぎなのです。大気の少ない月の都では、星はほとんど瞬かない。そう、星が瞬いて見えるのは、地球上にある空気のせいなのですね。夜空に見える星のほとんどは、太陽と同じように、常に燃えています。地球は空気で覆われているので、星からの光は空気を通り抜けて、私たちのところへ届くのですよ。空気の温度は、場所によって異なる上、常に流れています。星からの光が空気中を通るとき、空気の温度が変わる部分、つまり暖かい空気と冷たい空気の境目でわずかに屈折します。空気の流れによって、星からの光の曲がり方もほんの少し変化するため、星がチカチカと瞬くように見えるのです。さあ、スターダストレバリエをかわす頼姫ですが、今度はなんととんでもない行動に出るのですよ。どうして食べたんだ？そう、彼女は何を思ったのかマリサのスターダストレバリエを食べたのです。皆さんもご存知謎に満ち溢れた東方プロジェクトでも、このシーンは屈指の謎とも言えるでしょう。この屈指の謎を私社名丸綾の考察を写真にしたのでご覧ください。戦闘中だけどよっちゃんお腹空いちゃった。だって彼女たちが来るまでずっと静かな海で待機していたんだもん。よく匂うとこの星すごくいい匂いする。星の弾幕で誰もこちらを見えてないよね。もう限界だわ。試しに1個食べちゃおう。あら甘い。お前なんで食べたんだ？バレた？てへ。いやキャラ崩壊してんぞ。マリサの魔法は魔法の森に生息する化けキノコを色々採取してきては煮詰めたりすりつぶしたり乾燥させたり、またはそれらを混ぜたりして怪しい薬品を作ったもの。だから結果的に食べれることができるようです。写真加工するなし。瞬かない星の光の軌道は完全な直線です。等速度の攻撃は加速度計において止まっているに等しい。止まってる弾幕なら、誰にでも避けられるでしょう。月の都は地上よりも技術が発展してある分、頼姫も科学に詳しいようですね。よくわからんが確かにお前の周りには止まっているな。じゃあ、これならどうだ？イベント、ホライズン。イベントホライズンは、ハードルなキックにてマフ、スターダストレバリエとなる上位スペルですね。マリサなりに結界を考えてみたらしいのです。書籍、グリモワール・オブ・マリサによると私の奴隷タイプ、どうも自分の周りを回る程度の奴隷しか扱うことができないようで、その限られた動きの奴隷を使って精一杯難しくしたのがこのスペルカードとのこと。イベントホライズンは日本語訳すると事象の地平面、つまりブラックホールに近づいて光すら脱出できなくなる領域との境界という意味があるのですよ。さあどうする？さっきとは弾幕数、スピード、威力ともにかなり強力な技だぜ。甘いわね。おいおい、私の上位スペルを軽く切り刻んでくるか。ただ遊ばれているようにしか感じない。どうにもこうにも、勝てる気がしない、ぜ。あなたのプラネタリウムは密度が薄いのです。地上から見る星空はそんなに寂しいものなのかしら。では、見せてあげましょう。月の輝きを、天津かぼしよ。天津かぼしは、日本神話に登場する星の神。星や月を神格化した神は世界各地に見られ、特に星神は主催人とされていることも。しかし、日本神話においては星神は服従させるべき神、すなわち末路はぬ神として描かれていますよ。これについては、星神を信仰していた部族があり、
それが大和王権になかなか服従しなかったことを表しているとする説があるのです。全国の星神社や星宮神社の多くは天神亀星を祭神としているのです。そう、それほどの神を彼女は下ろせることが可能ということです。大樹に遮られない本来の星座の輝きをこの者たちに見せつけよ。剣先からものすごい気が集まっている。ねえあんた、あいつに勝てると思う？負けるはずがないわよ。喧嘩無双の巫女にしては意外にも弱気だね。いつもの妖怪相手なら負ける気がしないんだけど、今回悪いのこっちじゃないの。理由はともあれ月に攻めてきたわけだし、悪い方は必ず負けるものよ。それは私に対する当てつけかね。でも、負けはしないよ。言っちゃ悪いけど私の勘ではあなたが一番簡単に負けるわよ。力の有無とか関係なしにね。そう、霊夢には鋭い勘の良さから予知能力を持っているのです。実は寸志、別名ビール神の思いとして、霊夢には予知できるような子でいてほしいと思い名付けたようですよ。いやー、私も神主からコネをもらって次回作の主人公にしてほしいですよ。名付けて、タレントフィルムの闇市場。色々と絶対ダメでしょ。うわー、ちょっと。いてててー、おい、何すんだよ。こうするのよ。のわー。なんだよ、わざわざ私が相手の戦い方を見るチャンスを与えてやっているのに、その仕打ちかよ。なんかムカついてつい。あらあら、地上の者たちは仲のよろしいことで。何金たら戦っているのよ。どうせ負けるならやりたいことをやってから負けなさい。まあ、言われなくても本気を出すぜ。この世に光の速さより速いものは存在しない。どのような加速度を持とうと究極的には直線になるんだよ。ほう、ものすごい魔力がひしひしと伝わってくるわね。あんたとてこいつをまともに受け止められる勇気があるか？ファイナル、スパーク。ファイナルスパーク、東方エアショーにて、霧雨マリサが使用するラストスペルです。ルーナティックでは強化版魔法ファイナルマスタースパークに変化。ちなみに、難易度によってラスペが変化するのはマリサのみなのです。マスタースパークよりも非常に強力で、効果時間が長いのです。スイム層では次期スペカのマスタースパークよりも発生が早いのですが、使用後は浮力霊力ともに使い切るため1ラウンドに1回しか使用できない。まさに最後の切り札。直撃だわ、これはやったのでは。さすがにあんた相手だとこれだけじゃ勝てないと思っていたがな。光の切るのは水を切ることよりもずっとたやすいことよ。でもな、私の光は一つとは限らないぜ。これなら切りようがあるまい。ダブル、スパーク。恋心ダブルスパーク、恋フマスタースパークのハード、ルナティック版で、その名の通り極太レーザーを2本放つことができるのですよ。マスタースパークは気持ちいいほどの超火力ではありますがその分本人曰く隙が多いとのこと。そのため拡散するマスタースパークを開発していたようで、その一つがこのダブルスパークだと思われます。石行奪いの地よ。三種の神器の一つ、八田の鏡の霊を今再び見せよ。石こり止めとは、石こり止め命は鏡作りの女神。鏡作りの村白の親神とされ、指物工芸の守護神としても崇敬されています。三種の神器の一つ八田の鏡を作り、神社のご神体とされる鏡のルーツとされる神様です。石こり止めが登場するのは、あの有名な天の岩戸の神話、アマテラス大神は、弟のスサノオの展開での暴れっぷりに困っていました。スサノオが問題を起こすたびにかばっていたのですが、それも限界を超え、とうとう天の岩戸に引きこもってしまいます。慌てた八百万の神様たちは会議を開き、どうすればアマテラス様を岩戸から連れ出せるか話し合いました。いい案を思いついたのは、知恵の思いかね。そう、またの名親の子のエイリン。その案の一つに石こり止めの御事に八田の鏡を作らせたというつながりがあるのです。私の地道な研究で生み出してきた、最大級の技でフルパワーだ。骨の芯までくらい上がれ。うわぁ、あっちゃー。今頃は地上は大騒ぎだぞこれ。月からのレーザーぐらいなんとも思わないでしょう。表の月には人間が置いていった大きな鏡があります。月との距離を測るために地上からレーザーを飛ばしていますからね。霊剣も何もない鏡で、心ないウサギたちがよく位置をずらして遊んでいるようですが。降参だ降参、もう煙も出ねえぜ。あらあら、私の番が回ってこなかったじゃない。結局はあなた一人暴れただけで。えへへ、さてさて、先ほどのバトルを振り返ると、マリサの星の弾幕を月の高度な科学知識を元に避け、次にファイナルスパークを放つも能力なしで余裕で耐える頼姫、そして最後にマリサの最終兵器の2本放つダブルスパークで攻撃しますが、一方は同じように構えた剣に切り裂かれ、もう一方は剣を構えたまま呼び出した石行奪いの地が作り出した八田の鏡によって跳ね返されたのです。髪を下ろした状態でも単独で戦闘も可能というのは厄介ですね。力を全て使い果たしたマリサは降参することに、今回の決闘では頼姫が能力なしでも避ける能力と戦闘能力の高さがよくわかる試合でした。というかあんたが強すぎるんだよ。あなたの最後の技もまともに食らっていれば危うかったわ。まあ、まともに食らうことはないけど、さて次は。次は私が相手してやるよ。ほう、次はあなたね。早速始めましょう。体も温まってきたところだし。おいおい、今までのはウォーミングアップかよ。
昨夜と魔法使いの戦いを見てあなたを打ち負かすイメージができたわ。ふっふふ、見た目に似合って口は達者ね。いやー、参ったよ。お疲れー。完全に遊ばれている感じしかしなかったぜ。それにしてもかなり楽しそうでしたわね。負けた刃物のすごくいい勉強になったぜ。実際に戦ってみて昨夜もよくあそこまで追い込んだよ。それにしてもレミリアのやつ、勝てるイメージが湧いたとか言っていたが、本当にあの口元セクシー姉さんに勝てるのか？わー、見てあれ。なんだ？おいおい、嘘だろ。あの頼姫に腰をつかせた？さすがは我が主。さらにもう一発 B 型の血液並みにパンチのある味をお見舞いしてあげる。そう、レミリアはスカーレットシュートのような弾幕よりも実は体術を得意としているのです。戦闘スタイルは跳躍による短距離の高速移動を繰り返すことで相手を撹乱させるスピード型。体術を得意とする情報は東方プロジェクトの公式本、人用名鑑でも記載されている情報なので確かです。まさかここまでやるとは、私が腰をついたことなんて何千年万年前の話かしら。地上で最速にして最強のレミリア様が、ちっぽけな天体だったから一周してきちゃったよ。さて、マリサは目いっぱいのパワーで押し切ろうとするものの、頼姫の圧倒的な強さには轟かなかった。一方レミリアはなんと、ついにあの頼姫に腰をつかすことに成功。果たしてこのままレミリアは押し切ることはできるのか？我らが東方プロジェクトの主人公白霊霊夢の活躍は来るのか？続く。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。